湘南の文字が刻まれた江戸時代の標石。湘南発祥の地、大磯を巡る深掘り旅。現代まで受け継がれる市議達案。湘南発祥の地は、鎌倉だった？今回の深掘り旅は、大磯巡りです。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、JR 東海道本線の、大磯駅です。ここから徒歩で、大磯を巡ろうと思います。神奈川県中郡大磯町があるのは、赤丸のあたりです。相模湾に面した町です。大磯駅の駅前には、湘南発祥の地、大磯の石碑があります。大磯は、湘南発祥の地と言われる場所です。大磯駅前の、湘南発祥の地の石碑には、湘南清絶地と刻まれています。その意味は、清らかで清々しく、この上もないところ、湘南とはなんと素晴らしいところという意味だそうです。大磯駅前の石碑は、平成28年、2016年に建てられたものです。この石碑を建てたのは、大磯町観光協会と、大磯町商工会の有志で構成される、委員会組織だそうです。この湘南発祥の地は、市議達案が関係しています。湘南清絶地は、現在の市議達案の中にある、市議達沢の標石に刻まれてるそうです。それを刻んだのが、市議達案の創始者、創設です。市議達案があるのは、赤丸のところです。Google マップによると、JR 大磯駅から徒歩で約7分、約500メートルのところにあります。寛文4年、1664年、小田原の創設が、ここに御地如来像を運び、西洋寺を作る目的で草案を結んだのが、市議達案の始まりとのことです。御地如来は、密教の教えにある、5つの知恵を、5体の如来で表したものだそうです。密教では、金剛界と、大蔵界の、2つの世界があるとのことです。それぞれに御地如来がいるそうなので、創設は10体の御地如来像を運んだということでしょうか？有料みたいだね。時間の関係で、入るのはやめておきます。調べたところ、市議達案の中には、創設が運んだ御地如来像があるようです。釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来、足久如来、宝生如来の5体だそうです。その如来は、金剛界の如来です。市議達案の近くにも、湘南発祥の地、大磯の石碑があります。創設がここに草案を結んだのは、採用法師が読んだ名家が関係してるようです。心なき、身にも哀れは知られけり、市議達沢の秋の夕暮れ。平安時代末期の歌人、採用が、大磯海岸周辺を吟遊して読んだそうです。創設は、この名家を慕って、東海道を行く旅人に市議立沢を示す、湘南清絶地と刻んだ標石を建てたとのことです。中国湖南省にある洞庭湖のほとりの、湘江の南側が、湘南だそうです。大磯がその湘南に似ていたから、湘南と呼ばれるようになったようです。市議達沢で検索すると、市議達案が出てきます。詳しくはわかりませんが、市議達案の前の川、市議達川が、市議達沢ということなのかもしれません。さっき、ちらっと見たこの川のことかな。多分、そうだと思います。雰囲気的に、川というより、沢という感じですよね。市議達川の起点は、市議達案にあるそうです。そして、ここを流れてるのが、市議達川だと思います。すぐ先に海があるから、川はかなり短いんだね。そうですね。創設が標石を建てた後の元禄8年、1695年、俳人の大淀道風が入案しました。そして、市議達案と名付けたそうです。その大淀道風が、市議達案の第一世案主です。現在、市議達案には、市議達案室、徘徊道場、円位堂、宝庫堂、観音堂があります。ここで、市議達川と思われる水の流れを渡ります。徘徊道場は、日本三大徘徊道場の一つだそうです。明和2年、1765年、三世安主の、上水が、案を再興した時に増築したものと言われてるそうです。現在の徘徊道場は、昭和62年、1987年に、復元、改修されたものとのことです。
円位堂は、大淀道風が建てた、そのままの建物だそうです。堂内には、等身大の西洋法師の座像が安置されています。この辺に落ちてる丸い石は、もしかしたらサザレ石なのかな？その可能性はありそうですね。サザレ石は大磯地区にも関係してるから、大磯地区の動画も合わせて見てくれると嬉しいです。話を戻します。宝庫堂には、虎御前が19歳の時の姿を写した木像が安置されています。虎御前は、相模の国の大磯の遊女、虎のことだそうです。虎御前は、山下長者の娘。子宝に恵まれなかった夫婦が、虎池弁財天に願掛けをしました。そうすると、小さな石を授かって、女の子が生まれ、虎と名付けました。石は、虎と共に大きくなっていきました。虎は、鎌倉時代の仇討ちで知られる、曽我兄弟の兄、十郎助成と恋仲だったそうです。助成が死角に襲われた時、虎と共に大きくなった石が、身代わり石となって助けました。その身代わり石、虎子石は、大磯町にある円大寺に安置されてるそうです。仇討ちの話は省略しますが、助成は仇討ち後に撃たれてしまいます。建久4年、1194年、19歳の虎は、助成を弔うために出家し、善光寺に行き、虎石庵にこもり仏事の修行をしました。落発する前の虎の木像が安置されてるのが、宝庫堂です。ちなみに、平塚宿と大磯地区の間にある、化和井戸も、虎御前と関係があります。虎御前が化粧をする際に、この井戸から水を汲んで使ったと伝えられてるそうです。動画にはしてないけど、実は化和井戸も行ってるんだよね。平塚宿と大磯宿の間だったから、東海道53次の宿場巡りシリーズには入れなかった。一応、解説は読んでいましたが、ここで繋がるとは思っていませんでした。大磯港の灯台に行けるようなので、行ってみようと思います。JR 大磯駅、市議達庵、灯台の位置関係はこんな感じです。ここから大磯港まで500メートルだそうです。市議達庵についての解説を続けながら、歩こうと思います。市議達庵にある観音堂は、神林寺所人の寄進だそうです。神林寺所人は昭和10年から18年、1935年から1943年の第17世安主です。市議達庵に、神林寺所人の墓碑があります。観音堂の本尊の観世音菩薩像は、中国の革命家、孫文の持仏だったと言われてるそうです。持仏とは、守り本尊として今に安置したり、身につけたりして、常に信仰する仏像のことです。ちなみに、令和6年、2024年時点の市議達庵の庵主は、第23世の、元井 A だそうです。令和元年、2019年に就任したとのことです。そんな市議達庵の中に、創設が刻んだ、湘南製絶地の標石があります。その標石が、湘南発祥の地、大磯の根拠となっています。説明を抜かしてしまっていた、市議達庵室は、大淀道風が建てたものだそうです。ここにあるのは、海水浴場発祥の地の石碑です。海水浴場発祥の地の石碑は、赤丸のところにあります。明治18年、1885年、初代陸軍軍医総監の松本順により、大磯海水浴場が開設されました。ここには、松本先生、謝恩碑もあります。諸説あるようですが、照ヶ崎海岸が日本初の海水浴場と言われてるそうです。当時の海水浴は、今と違って、潮流で身体に刺激を与えて、海辺の清涼な空気を吸うことでした。岩のところどころに刺してある鉄棒に捕まって、海水に浸かっているだけで、死を当時のようだったそうです。今の海水浴とは、全く違ったんだね。不思議な物体があるね。これは、結びタコのモニュメントです。令和5年、2023年11月に設置されたそうです。なぜタコなのかというと、照ヶ崎海岸の名前の由来と関係しています。昔、タコの城という漁師が、海中からタコを引き上げました。そのタコが、光り輝く千手観音像に姿を変えました。そして、千手観音像になったタコを引き上げた海岸を、照ヶ崎と呼ぶようになったと言われてるそうです。その千手観音像は、タコの城が当時の駒寺、現在の高久神社に奉納したとのことです。大磯町にある、慶学院に千手観音像があります。慶学院は、駒寺の末寺、付属する寺だったようです。
明治の神仏分離で、駒寺が廃寺されるとき、千手観音像が駒寺から慶学院に移されたとのことです。令和6年、2024年4月、慶学院で、12年に一度のご開帳がありました。そこで、大磯町指定有形文化財の、本尊、千手観音立像を見ることができたそうです。12年に一度なので、次は令和18年、2036年になると思います。千手観音像の伝説のタコをモチーフにして、結びタコが作られたそうです。くっついたら離れないタコの吸盤から連想して、愛や絆を結ぶという意味が込められてるとのことです。大磯駅前観光案内所で、願い札を購入して、結びタコに結ぶこともできます。あれは江ノ島かな？そんな感じですね。灯台までもう少しです。ところで、タコの城が引き上げたのが、その千手観音像なの？漁師が引き上げたと言われる千手観音像が本尊という情報があったので、そうなのかもしれません。タコの城。タコに関しては事実ではない気がするけど、漁師が千手観音像を引き上げたのは、本当なのかもね。ちなみに、駒寺と高久神社は、平塚宿の動画でも触れてるので、よかったら見てください。戻ってる途中で、不思議な建造物を見つけました。ちょっと寄り道してみようと思います。不思議な建造物に行く途中に、気になる建物がありました。これは、大磯港にぎわい交流施設、愛称、大磯コネクトだそうです。美味しそうなのがあるけど、ちょっと高い。エネルギー残量はまだ平気だから、今回は諦めることにしよう。こういうのが気軽に食べられるようになるといいですね。大磯コネクトは、令和3年、2021年4月17日に本格オープンしました。1階は地元の農水産物等の販売、2階は大磯コネクトカフェ、グリル&パンケーキです。大磯港の石碑の近くにあります。1階のショップエリアは、営業時間が9時から17時、定休日が祝日、ゴールデンウィークなどを除く毎週水曜日です。2階のカフェは、営業時間が9時から18時で、ラストオーダーが17時です。定休日は見当たりませんでした。これらは令和6年、2024年9月時点の情報なので、行く場合は、確認してからの方がいいと思います。不思議な建造物のところに来ました。位置と構造を考えると、津波の避難用の建物かな？調べたところ、津波避難タワーだそうです。津波避難タワーは、赤丸のあたりにあります。津波避難タワーがあるここは、大磯海水浴場がある、北浜海岸です。津波の危険があるときは、西湘バイパス北側の防波堤を越えて避難することが原則となってるそうです。そのため、逃げ遅れた海水浴客やサーファー、港湾関係者などの利用を想定してるとのことです。津波避難タワーは、高さ7.9メートルの鉄骨造で、海抜11メートルの2階部分に、100人が収容可能になっています。神奈川県のシミュレーションでは、津波の最大の高さは7.44メートル。それを考慮して設計したそうです。この津波避難タワーは、津波の危険がある時の避難場所として利用するだけではありません。常時開放して、2階からの眺望を楽しんでもらったり、1階のステージでイベントを行ったりできるようになってるそうです。勝手に登って大丈夫かなと思ってたけど、そういう使い方もできるようになってるんだね。湘南発祥の地、大磯を巡ってきましたが、実は、大磯は湘南発祥の地ではないかもしれません。漢文4年、1664年、創設が現在の市議達案に、湘南製絶地と刻んだ標石を建てました。江戸時代の出来事です。それが湘南発祥の地の根拠となっています。ある地域を湘南と呼んでる現存する最古の資料というのが、その根幹です。でも、
それより前の資料に、湘南が出てくるそうです。それが、室町時代の前奏、歌人である、万里修句が記した詩文集、バイカム人像です。文明16年、1484年の、バイカム人像第一に、湘南で修行すること5年という記述があるそうです。文明17年、1485年の第二にも、湘南には水仙王子とあるとのことです。そして、当時の注釈として、驚くべきことが書いてあるそうです。総州の鎌倉あたりに小の字を用いるのは、昔からのこと。万里修句が鎌倉に訪れた室町時代には、鎌倉が湘南と呼ばれてたと考えられるそうです。大磯は、湘南発祥の地じゃないの？現存する資料という点では、大磯は湘南発祥の地ではないのかもしれません。ただ、創設が、湘南とはなんと素晴らしいところと刻んでるので、それ以前から大磯が湘南と呼ばれてた可能性はあると思います。大磯の湘南発祥の地で重要な人物、創設は、小田原の外郎家8代目の弟という情報もありました。ということで、今回の深掘り旅大磯巡りは、これで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。